こう地域の人たちに対してどういう振る舞いができるかっていうのは、これからも考えていきたいなっていうふうに思っています。馬野山田です。よろしくお願いします。こんにちは。ノマは見ていただいた通り、そんなに大きな美術館ではないんですね。でも、その美術館だけじゃなくて、複数会場で展示をするっていうことも今までやったことがあります。ノマを中心にさっき見ていただいた街並みの中に空き町屋が結構できていて、つまり昔は人が住んでたんですけども、その町屋から都市部に若い層が流入していって、そこに住む人がいなくなってっていうような大きなお屋敷みたいなところとかを活用して会場にしてですね、ノマと複数会場、多い時は6カ所ぐらいで展覧会を開催していたことがあります。近隣の方々を中心にボランティアさんを集って会場運営とかを一緒にお願いしていました。でもう本当に地元のおじいちゃんおばあちゃんみたいな人もいますし、大学生とか高校生も条件付きで参加してくださったりとかしていたりとか、あるいはちょっと珍しいところで言うと、地域の引きこもりの方の支援センターとかとつながって、そういった方々の居場所として活用していただいたりとかっていうこともしていましたので、結構広い層の人たちに参加していただいているんではないかなっていうふうに思います。ボランティアさんに入ってもらったのはいつ頃からだったんですか？2013年にその6会場でやった展示をやったので、それが最初でした。まさに学生だったんですけど、その時に。ボランティア募集みたいなチラシを見て、時間もあるし行ってみようかなと思って。で、美術館っていうふうに言っても、ノマもそうですし、ノマ以外の会場って特に整備されてる感じでもなかったんで、普通に受付にこたつが置いてあって、一緒にこたつに入りながら受付をするっていう経験は結構楽しかったですね。で、なんかそのまま今ここにいるっていう展覧会をいつの間にかやるような立場になってるっていう流れがあったりします。やっぱりアフターコロナのにからどういうふうに地域のつながりって保っていけるんだろうみたいなことも考えないといけないなっていう課題意識を持っていまして、で、ニューノーマル時代にアートで人を結ぶプロジェクトっていうタイトルで企画を作っていたんですけれども、このプロジェクト自体はそういう障害のある人と作品をいかに見るかっていうことと、あと地域の方々の話をいかに聞くかっていうその2本立てになってたんですね。地域の方々とのパートっていうのは、ラジオブースみたいなものを作って、そこにゲストとしてお招きして話してもらうっていうことにしました。今、こうやってオンラインすることがかなり普通になりましたけど、なかなかそういうことについていけない人たちっていうのも、近江八幡の街の中にはいらっしゃるなっていうふうに実感してますし、そのコミュニケーションの形が変わっていくとしても、地域にあるつながりとかを守って、ここに生きてる人たちの考えや言葉っていうのをどうつないでいくかっていうことの一つの実験というか試みであったというふうに思います。この街中にですね、通りにもともと靴屋さんだった建物があって、で、その靴屋さんも今、中にはいない、空き家になってるんですけど、だからショーウィンドウが通りに面してあるんですね。で、そのショーウィンドウから見える形でラジオブースを作りました。近江八幡で長く暮らす方々だから分かるような、この地域の素敵なお話であったりとか、街づくりに関わる人たちのディスカッションとかっていうことで、あるいは当館のその特徴を生かしながら障害福祉に携わる人たちっていう観点も含めて、いろいろディスカッションをしたようなこと、プロジェクトになってました。出ていただいた人は、こんな数なんですね。で、中には、漁師の見習いみたいなすごい、珍しい職業の人から、街づくり系の人から、で、ものすごい若くて、大学卒業したばっかりで地元でフリースクールを作って、引きこもりの子どもたちとかを支援しているような人であったりとか、あるいは、福祉施設のスタッフだったりとかっていう、いろんな人に出ていただきました。ノマっていう文化施設は、全国的に見ても、珍しい施設なんではないかなっていうふうに思いますし、少し価値を一辺通りに考えるんじゃなくて、
世の中に対してこれは本当なんだろうかみたいな問題提起をするような機能を持っている美術館だったりすると思うので、そういう文化施設が地域にあるっていうことを踏まえて、地域の人たちに対してどういう振る舞いができるかっていうのは、これからも考えていきたいなっていうふうに思っています。